コージー先生、今日は急にどうしたんですか？まるさん、急に呼び出したりしてすみませんね。今日のプラグインの授業なんですけど、教室で授業をしたいと思ってお呼びしました。今日の授業で触るモーションツールズってプラグインなんですか？それがちょっと違うんですよ。今回紹介するモーションツールズはエクステンションと呼ばれる便利ツールなんです。便利ツール？そう、アフターエフェクツの機能そのものを拡張してくれる、いわば専用のツールボックスです。私の作業画面を見てください。メニューバーのウィンドウからエクステンションを見てみましょう。エクステンションはここから使用できます。モーションツールズを選択して呼び出してみましょう。この今追加されたパネルがモーションツールズの UI です。エクステンションってプラグインとはどう違うんですか？いい質問だね。 AE の拡張機能という広い意味では同じです。 AE のプラグインというとエフェクトとしてレイヤーに適用するものが多いと思います。エクステンションは AE に新しい UI を追加し、作業そのものを便利にするのが得意です。今表示されているパネルの K バーやフローも有名なエクステンションです。なるほど。じゃあ映像をきれいにするんじゃなくて作るのを楽にする系なのね。その通り、いい表現です。だからこそアフターエフェクツを使っている全員におすすめできるものなんです。確かにプラグインの情報って使わない人から見たらいらない情報だったりします。そう、だから今回の授業はとても重要なんだよ。今回紹介するモーションツールズは全員におすすめできる人気のエクステンションなんだ。おー、なんだかすごそう。早く知りたいです。じゃあ早速どんなことができるのか見ていきましょう。モーションツールズはモーションデザインスクールが提供しているツールです。モーションデザインスクール？まずモーションデザインスクールのホームページを見てみましょう。モーションデザインスクールは教育プラットフォームでもあります。オンラインスクールなんですね。試しにコースをクリックしてみましょう。ここでは AE や 3D ソフトなどのモーショングラフィックスに特化した講座を提供しています。へえ、これは勉強になりそう。初心者向けからプロ向けまで多様な講座が用意されています。このページでオンライン講座を購入することができます。後でチェックしてみよう。そしてモーションデザインスクールはモーションツールズやモーショントゥウィークスなど優秀なスクリプトやエクステンションを多数リリースしているメーカーでもあります。スクリプツをクリックしましょう。これらがモーションデザインスクールが開発したツールです。これらのツールもこのページで購入することができます。今回紹介するモーションツールズプロは$40で購入できます。プロ？モーションツールズのプロ版です。一旦ページを戻ります。モーションツールズにはプロとクラシックがあります。クラシックをクリックしてみましょう。クラシックはモーションツールズの無料版です。このボタンを押せばすぐにダウンロードして使用することができます。クラシックはプロ版の機能を限定的に使用できます。それでも十分に便利なツールですので初めての方におすすめです。プロ版は単純にクラシックの上位互換のツールってことでいいですか？そうですね。プロ版に足りない機能はないです。さらにプロ版は UI のカスタマイズも可能なのでより使い込みたい人におすすめです。ちなみにモーションデザインスクールの製品は AE スクリプツのサイトでも購入できます。概要欄にリンクを貼っているので両方を比較して最安値で購入することをおすすめします。それでは早速モーションツールズプロを実際に触っていきます。今のこの状態がプロ版の初期状態のレイアウトです。実はこの狭いエリアに20種類の便利なツールが詰め込まれています。20種類も？パッと見ただけじゃわからないですね。確かに最初は戸惑うかもね。見た目はシンプルに見えますけど機能を覚えるまでは少し慣れが必要かも。それでもこの初期レイアウトは全体の中から厳選されたものなんだ。ってことはこれ以上にツールがあるってこと？そう、その中から自分の使いたいボタンだけを選んでカスタマイズもできるよ。まずは左上のコンテンツセッティングボタンを押してみましょう。ここでモーションツールズプロの全機能一覧が確認できます。ここにはメーカーが厳選した34の便利ツールがあります。この中から選ばれて初期レイアウトが作られてたんですね。さらにエクスプレッションやスクリプトの実行ボタンも作れるので無限に機能は増やせます。この一覧表とモーションツールズのパネルを比較してみましょう。パネルは上がプロ版のレイアウト、下がクラシック版のレイアウトです。クラシックは11種類だけしかないってこと？そうです。クラシック版はレイアウト変更や機能追加ができないんだ。基本的にはアップグレードされないからプロ版より機能が劣っているツールもあるよ。なるほど。ここでは対応するツールに番号を振っています。
クラシック版で採用されているツールはプロ版の初期レイアウトにも大体揃っています。それだけ厳選された11種類なら、それはそれで使いやすそうですね。その通りです。唯一18番のリムーブアートボードだけはスタメンから落ちていますね。ただプロ版はカスタマイズ可能ですから、必要であれば追加することもできます。今日の授業は簡単に34のツールを一通り解説していきます。まずは機能を頭に入れておくことが大事なので、あとは丸さんが自分で気に入ったものを選んでカスタマイズして使ってください。自分が使えそうな機能は聞きながらメモしておきます。では個々のツールの説明の前にモーションツールズプロ全体の説明をします。まずこのコンテンツセッティングの画面の説明をします。ここがモーションツールズプロのバックヤードです。ここでほとんどの設定ができます。左側に並んでいるのが34のツールです。ツール名をクリックすればそのツールの個々の設定ができます。ツール名の横のチェックが現在パネルで使用されているツールです。ベイクエクスプレッションズは使われていないということですね。ではこのツールをパネルに追加してみましょう。ツール名を選んで Add to Layout をクリックするだけです。お、パネルにボタンが追加されました。これですぐに使用できます。このままベイクエクスプレッションズの設定をしていきましょう。設定といってもあくまでパネルでのボタンの見た目の設定です。まずショーネームをオンにするとボタンにツール名が表示されるようになります。ここでは変更は適用せずともプレビューで確認できます。セーブボタンを押すことで初めてパネルに反映されます。ショーアイコンをオフにすればアイコンを非表示にできます。アイコンの項目でアイコンの見た目を変更できます。大量に用意されているアイコンから好きなものを選ぶことができます。フォルダマークをクリックすれば画像を読み込むこともできます。自分が作ったアイコンにできるのは嬉しい。アイコンサイズでアイコンの大きさを変更できます。その下でアイコンの色とテキストの色を変更できます。バックグラウンドで背景の色を紺色に変更します。セーブボタンでパネルに反映させましょう。このようにツールのボタンをカスタマイズできます。リセットボタンを押すと設定を元に戻せます。リムーブボタンでパネルからツールを削除できます。あ、ツールがパネルから消えた。このように設定によってパネルがリアルタイムで更新されていくのが素晴らしいです。ではこの初期レイアウトは残しておいて新規でレイアウトを作ってみよう。パネルを選択して現在のレイアウト名をクリックします。プラスボタンを押して新規でレイアウトを作成しましょう。コージーレイアウトと入力します。アドボタンを押します。これで新規でレイアウトが作成できました。プラスボタンでツールを追加していくことができます。これで一からカスタマイズができるわけですね。レイアウト名をクリックして2つのレイアウトを切り替えられます。レイアウト名の横の×ボタンでレイアウトを削除できます。初期レイアウトのモーションツールズレイアウトを選択します。デュプリケイトボタンで既存のレイアウトを複製することもできます。名前を入力してアドボタンを押します。これでモーションツールズレイアウトを複製して新しいレイアウトを作成できました。確かにここからカスタマイズしていった方が楽かも。左隣のペンマークの編集モードでボタンの配置を自由にカスタマイズできます。このペンが赤くなっている状態は編集中の状態です。ボタンをドラッグで入れ替えたりボタンの大きさも変えられます。さらに×ボタンを押せばボタン自体も削除できます。ここでもツールを削除できるのね。編集モードを終わるにはもう一度赤くなったペンマークをクリックします。これでレイアウトの編集が完了します。ちなみにモーションツールズプロは4つのパネルまで使用できます。ウィンドウのエクステンションからパネルは増やせます。エクステンションに1から4まであるのが気になっていました。例えばパネル1はモーションツールズレイアウト、パネル2ではコージーレイアウトという風に使い分けることもできます。4つも使えるなら安心だね。パネルを分けて配置できるのはとても便利です。ではコンテンツセッティングに戻ります。歯車マークの設定欄でモーションツールズプロ全体の設定ができます。今説明したパネルの設定はここでもできます。レイアウトの項目をクリックすれば今あるレイアウトの個々の設定ができます。レイアウトを増やしたい場合はパネルでやったのと同じように複製して追加できます。パネル名を丸レイアウトと名前を付けます。アップデートレイアウトを押せば反映されます。パネル1を
今作成した丸レイアウトに変更します。ではこの設定画面で丸レイアウトのカスタマイズをしていきましょう。まずレイアウトのアイコンは ML とします。これで適用するとレイアウトのアイコンを設定できます。そしてテーマをプリセットから選択できます。色の組み合わせのプリセットを選べるわけね。手動で設定してもいいですが、今回はサンセットグローを選択します。適用します。レイアウトに色をつけるとイメージがガラッと変わりますね。セルサイズはボタンのマスの大きさを変更します。45から30に変更してみましょう。ボタンが小さくなっちゃった。セルサイズを小さくするとボタンが切れてしまったりするので注意が必要です。そんな時は編集モードでボタンの範囲を広くするなどの対応が必要です。今回はセルサイズを50にしておきましょう。スペーシングではボタン同士の間隔を調整できます。3から10に変更してみましょう。このくらいボタンの間隔が空いた方が操作しやすいかも。そしてセルの背景と境界線に色をつけられます。今回はボタンの背景を赤に、ボタンの境界を黄色に設定します。次に先ほど個別のツールの設定にあったアイコンの表示とツール名の表示についてです。今は個別のツールの設定に従う設定になっています。例えばこのペアレントヌルのツールの個別の設定に入ります。名前を表示してアイコンを消す設定にします。セーブで反映するとパネルのボタンがこのツールだけ名前表示になりました。全体の設定の項目に戻ります。今は個別のツールの設定に従う状態ですが、アイコンを非表示、テキストを表示に変えます。すると強制的に全てのボタンが名前表示になりました。つまり個別の設定を無視して表示を揃えることができるわけね。その通りです。今はアイコンもテキストも表示する設定にしておきます。次にその下でアイコンの大きさとツール名の大きさを調節できます。アイコンをラージ、名前も15ピクセルに大きくしておきます。その下のハイドタイトルではパネルの上のメニューバーを隠すことができます。そこが消えたら他のレイアウトに切り替えられないのでは？隠した場合でもカーソルを近づければメニューバーが出てくるので大丈夫です。レイアウトの編集モードも問題なくできるのね。次のアドボタンをオフにするとパネルでツールの追加ができなくなります。どういうこと？もともとはパネルの空欄にカーソルを当てるとプラスボタンでツールが追加できた。パネルを簡単に追加できなくなるのね。そして最後にツール Tips を見ていきましょう。これはデフォルトでオンになっています。例えばペアレントヌルにカーソルを近づけてみましょう。するとツールに関するガイドが表示されます。この説明のオンオフのことです。オフにするとこの説明が表示されなくなります。はじめはオンにしておいた方が良さそうね。ツールによってはオルトやシフトなどと組み合わせることで挙動が変わるツールもあるので、このツール Tips はオンにしておくことをお勧めします。全体の設定について説明してきましたが、何か質問ありますか？設定方法もすごくわかりやすくてカスタマイズしやすそうだなと思いました。かゆいところに手が届く設計になっていて、ボタンの反応もいいですし使いやすいと思います。ではここからはツールの説明をしていきたいと思います。これから全34ツールに触れていこうと思いますが、大きく3つのグループに分けて説明します。まず最初のグループはクラシックに含まれている11ツールを説明していきます。黄色でマークしたツールです。それは嬉しい。まずは無料版のクラシックから試したいと思っているので。そういうユーザーも多いと思うので、そこから説明します。どっちみちプロ版の初期レイアウトの半分以上はクラシックと共通しています。メインとなる11種類のツールです。次のグループはそれ以外のプロ版の初期レイアウトの10種類、青緑でマークしたツールです。そして最後のグループは初期レイアウトに採用されていない13種類のツールです。紫でマークしたツールです。それではここで3つのグループを新規でレイアウトを作っていきます。セッティングのレイアウトをクリックします。プラスマークで新規でレイアウトを3つ作成します。それぞれ01、02、03と名前を付けます。スクリプトの項目を選択します。ワークスペースでパネル1をアクティブにして、パネル1をレイアウト01にします。グループ1のレイアウトを作ります。ツールを追加していきます。パネル2をアクティブにして、
パネル2をレイアウト02にします。グループ2のレイアウトを作ります。ツールを追加していきます。パネル3をアクティブにして、パネル3をレイアウト03にします。グループ3のレイアウトを作ります。ツールを追加していきます。パネル4は初期レイアウトにしておきましょう。ワークスペースを整理します。上にプロ版の初期レイアウトとクラシック版のレイアウト、下には今回説明するために3つのグループに分けて配置しました。01、02、03の順番で説明していきます。それではこのレイアウト全体を保存しておきましょう。セッティングのレイアウトを選択します。3点リーダーをクリックしてエクスポートレイアウトをクリックします。マイレイアウトという名前で保存しておきましょう。このエクスポートはどこまでを保存しているのでしょうか？今保存したのはこの全体のレイアウトの状態です。各レイアウトのツールの配置なども記憶してくれていますよ。それでは準備ができました。グループ1からやっていきましょう。まず Easy Keyframes というウィジットの紹介です。モーションツールズの中でも象徴的なツールです。Easy Keyframes はキーフレームのイージングを直感的に調整できるツールです。まずコンポジションに円のシェイプを作成します。サイズを200ピクセルに変更します。円のポジションにキーフレームを打ちます。 X 座標に0ピクセルから1秒で1000ピクセル右にずらします。さらにそこから1秒で500ピクセル右にずらします。リニアのキーフレームが打てました。再生します。グラフエディターで速度グラフを表示します。前半が秒速1000ピクセル、後半が秒速500ピクセルで移動しています。キーフレームの種類がリニアだからキーフレーム間の速度は一定ですね。速度グラフでこのように水平のグラフは一定の速度で動いていることを示しています。このツールではそんなキーフレームの種類や速度の緩急を簡単に調整できます。では使っていきましょう。真ん中のキーフレームを選択して一番上のスライダーで出ていく速度の影響を調整できます。スライドして100にします。クリックした瞬間から数値が適用され、リアルタイムに影響の数値を制御できます。再生します。キーフレームの出ていく速度に緩急をつけることができました。右クリックでキーフレームベロシティを開きます。今やったことはアウトゴーイングベロシティのインフルエンスの数値を 100% に変更したことになります。その時スピードの数値は0に設定されます。インフルエンスの数値は大きいほど強い緩急がつきます。このように一番上のスライダーで出ていく速度の影響を調整できます。その下のスライダーは入ってくる速度の影響を調整できます。数値は直接入力することもできます。50と入力してみましょう。入ってくる速度のインフルエンスが 50% になりました。数値は上下の矢印で1ずつ調整できます。さらにシフトを押しながら上下の矢印を押すと10ずつ調整できます。スライダーを操作するときにも便利なショートカットがあります。シフトを押しながらスライドすると10ずつ数値が変動するようになります。コントロールを押しながらスライドすると微調整が効いて狙った数字にスライドできます。オルトを押しながらスライドすると入ってくる速度と出ていく速度の影響が対照的に調整できます。そして3つ目のスライダーは入ってくる速度と出ていく速度の両方を調整します。その下の3つの赤いキーフレームボタンはキーフレームの保管タイプを変換できます。左のダイヤのマークはキーフレームをリニアに変換します。リニアのキーフレームは速度が一定になります。速度に緩急がない状態ですね。真ん中の正方形のマークはキーフレームを停止に変換します。停止のキーフレームは次のキーフレームまで値を停止させます。停止はキーフレーム間の保管を行わないんですよね。
なのでこのような瞬間移動のアニメーションになります。グラフを見ると速度は0になっています。右の丸いマークはキーフレームを自動ベジェに変換します。自動ベジェのキーフレームは入ってくる速度と出ていく速度を同じにして、よりスムーズなアニメーションになるように調整されます。このようにこの Easy キーフレームスはキーフレームを変換できて、アニメーションの緩急の値である影響も簡単に調整できるという便利ツールです。次は Easy アンカーポイントというウィジットの紹介です。紫の9つのマスが目につくこのツールです。これこそ一番目立っているツールね。この Easy アンカーポイントの説明はシンプルです。このツールはアンカーポイントを動かすことができるツールです。レイヤーの隅と中心の9箇所にアンカーポイントを移動できます。これは簡単で覚えやすいですね。このツールはアニメーションを破綻させずにアンカーポイントを動かせます。本当だ、見た目のアニメーションは変わっていません。どうしてそんなことができるの？それは位置に新しくキーフレームを作らずに既存のキーフレームを調整してくれるからです。普通アンカーポイントツールを使って同じことをすると位置のアニメーションは破綻します。確かにアニメーションをつけた後にアンカーポイントツールは使えないイメージがあります。このツールならアニメーションを破綻させずにアンカーポイントの位置を動かせます。そしてシェイプレイヤーの場合、それぞれのパスのアンカーポイントにも使用できます。パスのアンカーポイントのパラメーターを展開しておきます。選択ツールでダブルクリックでパスを選択します。この状態でオルトを押しながら使用するとパスのアンカーポイントを動かすことができます。パスのアンカーポイントはあまり意識したことないな。パスのトランスフォームはパスのアンカーポイントを基準に動かせます。レイヤーのトランスフォームと同じですよ。ゴルトとの組み合わせだけで楽ちん。ボタンの組み合わせで便利に使えるのがモーションツールズの特徴ですね。次はシーケンサーというウィジットの紹介です。その名の通りレイヤーをずらすことができるツールです。キーフレーム補助のシーケンスレイヤーをもっと便利にした感じですか？その通りです。まず2秒のところでレイヤーを切り取ってこのレイヤーを4つに複製します。このシーケンサーを使ってレイヤーをずらしてみましょう。4つのレイヤーを選択してナンバーに10、ステップに1と入力します。左から2番目のボタンを押します。すると1レイヤーごとに10フレームずつレイヤーの上から順番にずらします。インジケーターを0フレームに合わせて一番左のボタンを押します。このボタンは現在のインジケーターの位置でレイヤーを揃えます。では今度はステップを2に変更して左から3番目のボタンを押します。すると2レイヤーごとに10フレームずつレイヤーの下から順番にずらします。アイコンの見た目通りで分かりやすいです。ナンバーはずらすフレーム数、ステップは何フレームごとにずらすかを決められます。再びタイムラインの頭で整列してステップを1に戻します。一番右側のボタンを押します。このボタンではレイヤーをランダムにずらすことができます。ここまで説明したことはキーフレームに対しても実行ができます。ナンバーを5に変更します。頭の2つのキーフレームを選択します。上から順番にずらしてみましょう。すると5フレームずつ選択したキーフレームだけをずらすことができます。つまりシーケンサーはレイヤーまたはキーフレームのタイミング調整が可能なツールです。次はエラスティックというスクリプトの紹介です。このバネのようなアイコンのボタンです。エラスティックは弾むようなアニメーションがつけられるツールです。使ってみましょう。画像をコンポジションにインポートします。10フレームでスケール 0% から 100% のキーフレームを打ちます。再生します。画像が拡大するアニメーションです。このキーフレームを選択してエラスティックのボタンを押します。スケールにエクスプレッションが追加されました。再生します。弾むようなアニメーションを加えることができました。エクスプレッションで弾むアニメーションはプラスされているということですね。エラスティックを適用した時の他のアニメーションを見てみましょう。左側はポジションの X 軸のアニメーションです。下の映像はエラスティックを適用したものです。アニメーションに余韻が追加されていますね。右側は回転のアニメーションです。下の映像はエラスティックを適用したものです。どれも行き過ぎて戻るような余韻が追加されていますね。適用したレイヤーにはエクスプレッション制御のエフェクトが追加されます。エフェクトコントロールパネルを見てください。3つのパラメーターでアニメーションをコントロールできます。アンプリチュードは弾む時の振れ幅です。フリークエンシーは弾む回数、ディケイは弾む勢いの減衰の強度です。戻ります。
スクリプトの適用時に Alt を押しながら適用するとコントローラーを別で新規作成します。画像を3つに複製して位置をずらします。コントローラーのレイヤーでディケイを0にします。再生します。このように複数のレイヤーを1つのコントローラーで制御したいときに便利です。次はバウンスというスクリプトの紹介です。このボールがバウンドしているアイコンのボタンです。バウンスはバウンドのアニメーションがつけられるツールです。使ってみましょう。画像をコンポジションにインポートします。5フレームでスケール 0% から 100% のキーフレームを打ちます。再生します。画像が拡大するアニメーションです。このキーフレームを選択してバウンスのボタンを押します。スケールにエクスプレッションが追加されました。再生します。バウンドのアニメーションを加えることができました。エクスプレッションでバウンドのアニメーションがプラスされているということですね。バウンスを適用した時の他のアニメーションを見てみましょう。左側はポジションの X 軸のアニメーションです。下の映像はバウンスを適用したものです。壁にぶつかってバウンドする動きが追加されていますね。右側は回転のアニメーションです。下の映像はバウンスを適用したものです。ポジションの時よりかなり衝撃が強いイメージね。その辺はパラメーターで調整が必要です。適用したレイヤーにはエクスプレッション制御のエフェクトが追加されます。エフェクトコントロールパネルを見てください。4つのパラメーターでアニメーションをコントロールできます。アンプリチュードはバウンド時の振れ幅です。グラビティは重力の強さです。マックスジャンプはバウンドの回数の上限を指定できます。ジャンプインアウトはオンにすると回り込んでバウンドするようになります。こちらがオンオフの比較動画です。オフだと壁にぶつかっている感じで、オンにすると折り返してバウンドしていますね。戻ります。スクリプトの適用時に Alt を押しながら適用するとコントローラーを別で新規作成します。画像を3つに複製して位置をずらします。コントローラーのレイヤーでグラビティを7にします。再生します。このように複数のレイヤーを1つのコントローラーで制御したいときに便利です。次はクローンというスクリプトの紹介です。このアイコンがクローンのボタンです。クローンはキーフレームを複製できるツールです。使ってみましょう。ここに10フレームでスケール 0% から 100% に拡大するアニメーションがあります。再生します。このスケールの2つのキーフレームを選択します。クローンボタンを押します。するとインジケーターの場所を起点にしてキーフレームが複製されます。これは分かりやすいツールですね。インジケーターを動かし複製します。これが基本の使い方です。キーフレームの速度や影響などもコピーしてくれます。シフトを押しながらクローンを実行するとキーフレームを反転して複製してくれます。再生します。このようなアウトのアニメーションを簡単に作ることができます。これは便利ですね。次はエクストラクトシェイプというスクリプトの紹介です。このアイコンがエクストラクトシェイプのボタンです。このスクリプトはシェイプレイヤーから選択したシェイプを抽出できます。シェイプレイヤーからパスを取り出すことができるのね。使ってみましょう。このシェイプレイヤーは1つのレイヤーに複数のシェイプパスが入っています。この三角のシェイプだけ抽出してみましょう。三角のシェイプを選択してエクストラクトシェイプを実行します。これで三角だけ個別のシェイプレイヤーとして分けられました。元のシェイプレイヤーから三角のシェイプだけが抽出されたわけね。元に戻します。シェイプレイヤーを選択した状態でエクストラクトシェイプを実行します。するとレイヤー内のシェイプをそれぞれ個別のシェイプレイヤーに分解できます。元のシェイプレイヤーは削除されます。元に戻します。そして今度はAltを押しながら実行してみましょう。すると抽出したシェイプを残しつつシェイプを抽出できます。元を残したい場合はAltを押しながら実行すればいいのね。次はマージシェイプというスクリプトの紹介です。このアイコンがマージシェイプのボタンです。複
数のシェイプレイヤーを1つのシェイプレイヤーにまとめてくれるツールです。これは AE の標準機能に欲しいと思ってたやつ。では使ってみましょう。ここに丸、三角、四角のシェイプレイヤーがあります。このバラバラのシェイプレイヤーを選択してマージシェイプを押します。すると1つのシェイプレイヤーにまとめられます。これは超便利ですね。レイヤーを展開してみましょう。このように3つのシェイプパスを含んだシェイプレイヤーに変換できていますね。エクストラクトと対をなすツールです。では今度はオルトを押しながらスクリプトを適用してみましょう。するとマージ前のシェイプレイヤーを残しつつマージすることができます。次はペアレントヌルというスクリプトの紹介です。このアイコンがペアレントヌルのボタンです。このスクリプトは選択したレイヤーの親ヌルを作ってくれるツールです。これもよく使いそうなツールですね。親子付け自体よく使う機能なので便利ですよ。では使ってみましょう。ここに丸、三角、四角のシェイプレイヤーがあります。3つのレイヤーを選択してペアレントヌルのボタンを押します。すると選択したレイヤーの親のヌルレイヤーが作成されました。親を動かせばこのレイヤーも動きます。引く糸を引っ張る必要がないのは単純に便利ね。元に戻します。さらに3つのレイヤーを選択してシフトを押しながら適用します。すると選択したレイヤーすべてに個別に親ヌルを作ってくれます。元に戻します。オルトを押しながら適用すると親ヌルのアンカーポイントの座標が0の状態で作成されます。次はシェイプフロムベクターというスクリプトの紹介です。そしてリムーブアートボードというスクリプトもついでに紹介します。このアイコンがシェイプフロムベクターのボタンです。ちなみにクラシック版ではコンバートトゥーシェイプという名前になっています。このツールはベクトルレイヤーをシェイプレイヤーに変換してくれます。これは確か標準である機能ですね。そうです。その機能を少し拡張したようなものです。では使ってみましょう。ここにペンキのイラストレーターデータのレイヤーがあります。このレイヤーを選択してシェイプフロムベクターのボタンを押します。するとシェイプレイヤーに変換されます。中を展開して見てみましょう。イラストレーターのレイヤーの階層を保持したまま変換することができます。スクリプトを適用したとき元のレイヤーは非表示で残ります。ですがオルトを押しながら実行した場合このソースレイヤーは削除されます。そしてシフトを押しながら実行すると直後にアートボードの削除機能が実行されます。例えばこちらのペンキのイラストレーターデータを見てください。このデータをイラストレーターで開いたものがこちらです。ペンキはアートボードの外にはみ出ています。AE に読み込んだデータもペンキが切れています。このいられデータをシェイプフロムベクターで変換します。変換したシェイプレイヤーもアートボードで切れてしまっています。ではシフトを押しながら実行してみましょう。するとアートボードの削除機能が実行されるのでアートボードでトリミングされなくなります。これは便利ですね。そしてこのアートボードの削除機能だけの独立したツールがリムーブアートボードです。このアイコンがリムーブアートボードのボタンです。このアートボードで切れた状態のレイヤーもアートボードで隠れていた部分が表示できます。ここまで紹介したツールはクラシック版に揃っている11ツールです。黄色でマークしたツールですね。ここまでの11ツールに関してはプロ版でも共通して使われています。そしてここからは緑でマークした10ツールを紹介していきます。ここからはプロ版でしか使えないツールということですね。そうです。今クラシック版を使っている人もここからの動画を見てプロ版の購入を検討してみてください。次はイージングマネージャーというウィジットの紹介です。こちらのひし形が重なったようなアイコンがイージングマネージャーです。このツールはキーフレームのイージング情報をコピーできるツールです。イージーキーフレームもカーブを調整するツールだったけどこのツールはコピーできるのね。その通りです。イージング情報ですからアニメーションの緩急をコピーするということですね。実際イージーキーフレームと一緒に使うことも多いと思います。イージングマネージャーの位置はその右隣に配置されていますね。ここに2つの円のシェイプレイヤーのアニメーションがあります。2つとも同じアニメーションをしています。グラフエディターで速度グラフを表示します。前半が秒速1000ピクセル、後半が秒速500ピクセルで移動しています。
いずれもリニアのキーフレームなので一定の速度でアニメーションしています。上のシェイプレイヤーのアニメーションのカーブを編集します。動きの緩急が強くなるように影響のハンドルを伸ばします。再生します。上のシェイプレイヤーの動きに強い緩急をつけました。ではイージングマネージャーを使ってみましょう。使うといっても使い方はシンプルです。こちらの左のボタンがコピーボタン、右のボタンがペーストボタンです。この頭の2つのキーフレームを選択してイージング情報をコピーします。2つのキーがコピーされたと表示されましたね。コピーできるのはあくまでイージング情報です。値はそのまま維持されます。なのでキーフレームがないところにペーストすることはできません。新しくキーフレームを作ることはできません。必ずコピーしたキーフレームと同じ数だけのキーフレームを選択してペーストしてください。今で言うと2つのキーフレームを選択する必要があります。では下のシェイプの頭の2つのキーフレームを選択してペーストを実行します。するとキーフレームはベジェとなりイージング情報がペーストされました。再生します。2つのシェイプは同じ動きになりました。スケールなどの別のプロパティにもコピー&ペーストすることができます。ではこの2つのシェイプにスケールのアニメーションも追加していきます。スケール 0% から1秒で 100% になり再び2秒地点で 0% になるアニメーションをつけます。上のシェイプの頭の2つのキーフレームに先ほどコピーしたイージング情報をペーストします。するとキーフレームはベジェになりイージング情報がコピーできました。再生します。これで上のシェイプは位置とスケールのアニメーションの緩急が同じになりました。より自然なアニメーションになったのが分かります。ではペーストするときにオルトを押しながら実行してみましょう。下のシェイプの位置の頭の2つのキーフレームを選択してコピーします。上のシェイプの位置の頭の2つのキーフレームを選択してオルトを押しながらペーストします。再生します。するとイージング情報だけでなく値もコピー&ペーストされます。つまりキーフレームをコピー&ペーストしたのと同じ効果が得られます。この場合当然ですが形式の違う別のプロパティへのペーストはできなくなります。元に戻します。次はシフトを押しながらペーストを実行してみましょう。下のシェイプの1秒地点のスケールを 200% に変更します。再生します。このキーフレームをコピーします。シフトを押しながら上のシェイプにペーストします。すると緩急はそのままにして今度は値のみをペーストできます。このように私たちは普段頻繁にキーフレームをコピー&ペーストしていますよね。このイージングマネージャーではイージング情報だけをコピー&ペーストしたり逆に値だけをコピー&ペーストしたりすることができます。イージングマネージャーを使っているとアニメーションに対する意識が変わりそうね。次はセレクターというウィジットの紹介です。こちらの3つのボタンがセレクターです。左から塗り、線、パスを選択できるツールです。このシェイプレイヤーには丸、三角、四角のシェイプパスが含まれています。それぞれ塗りと線に色が設定されています。ではセレクターを使ってみましょう。シェイプレイヤーを選択した状態で一番左の塗りのボタンを押してみましょう。すると塗りの色を選択できます。この時にオルトを押しながらボタンを押すと塗りと線のカラーを選択できます。次は左から2つ目の線のボタンを押してみましょう。すると線の色を選択できます。そしてオルトを押しながらボタンを押すと線幅を選択できます。シフトを押しながらボタンを押すと線の色と線幅両方を選択できます。選択できるのはわかるけど何に使えるのでしょうか。ショートカット SS で選択したパラメーターのみを表示することができます。 SS キーとセットで使用するのね。なので線や塗りをいち早く見つけられるツールという感じでしょうか。検索機能として使うということですね。鋭い質問ですね。おっしゃる通り私もこのツールの使用頻度は高くありません。次は一番右のパスのボタンを押してみましょう。するとパスを選択できます。オルトを押しながらボタンを押すとレイヤーのマスクパスを選択できます。例えばレイヤーをスケールで変更するとまとめて大きさを変えられますがパスを選択するとパスそれぞれをスケールすることができます。これは活用の仕方次第で便利に使えそう。次は Null2 ポイントというスクリプトの紹介です。こちらのアイコンが Null2 ポイントのボタンです。
このツールは選択したシェイプパスの各ポイントにヌルを作成してくれるツールです。では早速使ってみましょう。三角のシェイプレイヤーを選択した状態でヌルトゥーポイントのボタンを押します。するとこのようにパスのポイントにヌルが作成されました。今回は三角形だから3つのヌルができたわけね。このヌルの位置を動かせばリンクされているのでパスを変形させることができます。パスのポイントを座標で制御できるのは便利ですね。では次にオルトを押しながらヌルトゥーポイントを実行してみましょう。すると同じようにパスのポイントにヌルが作成されました。先ほどとは逆でパスが親となり、パスを手動でアニメートすることでヌルを制御できます。これも使い方次第で便利に使えそうね。次は Fix キータイムというスクリプトの紹介です。こちらのアイコンが Fix キータイムのボタンです。このツールはキーフレームを近くのポイントに整理することができるツールです。どういうことかというと、ここにこのようなロゴのアニメーションがあります。コンポジション設定を開きます。現在のフレームレートは60です。フレームレートを24に変更してみましょう。タイムラインを拡大してみましょう。するとキーフレームがフレームレートにはまっていないことが分かります。フレームレートを変更するとこのようなことが頻繁に起きます。この状態でアニメーションを編集すると問題が生じたりします。Fix キータイムを使えばこのフレームレートの狭間にあるキーフレームを近くのポイントに整理することができます。ツールの使い方は簡単です。整理したいキーフレームを選択してスクリプトのボタンを押します。すると自動で最も近くのポイントにキーフレームを移動してくれます。レイヤーを選択した状態で実行すればレイヤー内のキーフレームを全て整理します。レイヤーを選択しない状態であればコンポジション内のキーフレームを全て整理します。再生します。このように現在のフレームレートに合わせてキーフレームを整理することができるツールです。このツールを使うときには接近したキーフレームが統合される可能性があるためアニメーションが破綻しないように注意が必要です。次はコレクトカラーというスクリプトの紹介です。こちらのアイコンがコレクトカラーのボタンです。このツールはレイヤーに含まれるカラー情報を抽出できるツールです。使ってみましょう。このシェイプレイヤーを選択してコレクトカラーを実行してみます。するとスタイルコントローラーというレイヤーが作成されました。シェイプレイヤーの塗りや線のカラーを全て抽出したコントローラーを作成します。コントローラーの色を変更すると対応した色が変更できます。ちゃんとリンクしているのでこれは便利。ここにテキストレイヤーがあります。エフェクトのフィルで黄色に塗りつぶします。レイヤースタイルでストロークとドロップシャドウを追加します。この状態でテキストレイヤーを選択してスクリプトを実行してみましょう。するとエフェクトの色情報もレイヤースタイルの色情報も抽出されました。色をまとめて制御できるのは便利ね。複数のレイヤーを選択してまとめて色を抽出することもできます。次は AddGIM というスクリプトの紹介です。こちらのアイコンが AddGIM のボタンです。このツールはキャラクターアニメーションに使う手足を作成してくれるツールです。使ってみましょう。何も選択していない状態でスクリプトの実行ボタンを押します。するとラインが作成され5つのガイドレイヤーが一緒に作成されます。ラインの太さを少し太くします。ガイドレイヤーを動かすことでラインが伸縮します。このツールを利用すれば簡単なキャラクターの手足の動きが作成できます。ガイドレイヤーの位置にキーフレームを打つことでアニメーションが作成できます。再生します。このようなアニメーションは簡単に作成できます。ガイドレイヤーを選択するとエフェクトコントロールで詳細な設定ができます。うまく利用すれば面白い表現ができそうですね。次はアンプリコンプというスクリプトの紹介です。こちらのアイコンがアンプリコンプのボタンです。このツールは選択したプリコンポジションを分解してくれるツールです。
では使っていきます。このようなシェイプレイヤーのアニメーションがあります。このテキストのシェイプレイヤー部分だけをプリコンポーズします。プリコンポーズとは複数のレイヤーを一つのコンポジションにまとめることです。テキストという名前のプリコンポジションを作成します。今回説明するアンプリコンプはプリコンポーズとは逆の操作をしてくれます。グループ解除みたいなもので中のレイヤーを展開してくれるわけね。ではスクリプトを実行します。このようにプリコンポーズ前の状態に戻すことができます。プリコンポーズがまとめる機能ならアンプリコンプはバラす機能です。これは標準でも欲しい機能ですね。スクリプト使用前に戻ります。例えばこの分解するコンポジションにアニメーションがついていたとします。再生します。このような簡単なアニメーションをつけました。このコンポジションをアンプリコンプで分解してみましょう。するとこのアニメーションは破綻しないようにヌルレイヤーに引き継がれます。再生します。これは便利ですね。ただ引き継がれるのはトランスフォームのパラメーターだけです。分解したいコンポジションに直接適用されたエフェクトなどは引き継がれません。ちゃんと再現されているか注意が必要なのね。ちなみにこのスクリプトをオルトを押しながら実行するとプリコンポジションを残しつつ複製して分解を行ってくれます。元のプリコンポジションと比べたいときは便利ですね。次はデュプリケイトコンプというスクリプトの紹介です。こちらのアイコンがデュプリケイトコンプのボタンです。このツールは高度なコンポジションの複製を行ってくれます。高度なコンポジションの複製？ではこれから説明していきますね。ここにロゴアニメーションというコンポジションがあります。中にはコンポジションが2つ入っています。上はロゴアニメーションテキストという名前のコンポジションです。中を見てみるとロゴのテキストアニメーションが含まれています。下にはロゴアニメーションベースという名前のコンポジションです。中を見てみるとバックグラウンドがここで作成されています。では丸さん、このロゴアニメーションを残しておきつつ別バージョンのアニメーションをここから複製して作っていく場合どうしますか？なるほど、それはよくある場面ですね。まずロゴアニメーションのコンポジションを複製します。そして中に入っている2つのコンポジションも複製してコントロールプラスポルトプラススラッシュで置き換えます。ありがとうございます。これで安心して別バージョンとして編集作業に取り掛かれます。今やったコンポジションの複製と置き換えを自動でしてくれるのがデュプリケイトコンプです。自動でやってくれる？実際にやってみましょう。ロゴアニメーションのコンポジションを選択してスクリプトを実行します。あれ、どうなりましたか？まずロゴアニメーションのコンポジションが新しく複製されましたね。それに付随してロゴアニメーションテキストもロゴアニメーションベースも複製されました。複製されたロゴアニメーション3をダブルクリックしてみましょう。すると中のプリコンポジションも複製されたコンポジションに置き換わっています。全部自動でやってくれたということですか？その通りです。つまりデュプリケイトコンプはコンポジションに含まれる全てのプリコンポジションを重複しないコンポジションとして複製してくれます。より高度なコンポジションの複製ができるということです。これは作業の効率化になると思います。次はクロップコンプというスクリプトの紹介です。こちらの切り抜きのアイコンがクロップコンプのボタンです。このツールはコンポジションのサイズをフッテージのサイズにクロップしてくれるツールです。例えばこのロゴのアニメーションのコンポジションがあります。中を見てみるとこれだけの余白があります。クロップコンプを使えばこの余分な余白をクロップしてくれます。上の階層に行きコンポジションを選択します。クロップコンプのボタンを押します。適用したコンポジションの中を見てみましょう。するとこのように余分な余白がないようにクロップしてくれます。ただしアニメーションには対応していません。今回もこのようにアニメーションした時にロゴが切れてしまいます。元に戻します。このツールは現在のインジケーターを静止画として捉えてクロップします。ここで実行してみましょう。このように現在のインジケーターを基準にしてクロップが行われます。アニメーションもある場合は注意が必要ね。次はループインアウトというスクリプトの紹介です。こちらのアイコンがループインアウトのボタンです。このツールは選択したパラメーターにループのエクスプレッションを追加できます。ここにロゴの単純な位置のアニメーションがあります。このロゴの位置のパラメーターを選択してループインアウトを実行します。選択したパラメーターにループのエクスプレッションを追加します。グラフエディターを表示します。エクスプレッションをグラフに反映させます。再生します。
見てわかるように、このスクリプトはキーフレームの前後にループを作成します。この値のグラフを見ても同じ動作をループしているのがわかります。では次は Alt を押しながらスクリプトを実行してみましょう。するとループのタイプをピンポンにして実行します。グラフを表示して再生します。左右に行き来するようにアニメーションします。では次はシフトを押しながらスクリプトを実行してみましょう。するとループのタイプをコンティニューにして実行します。グラフを表示して再生します。キーフレームの最初と最後の速度に基づいてアニメーションが拡張されます。スタートのキーフレームをベジェにして徐々に加速していく緩急をつけます。コンティニューではキーフレームの最初と最後の速度が延長されるイメージです。今度はコントロールを押しながらスクリプトを実行してみましょう。するとループのタイプをオフセットにして実行します。グラフを表示して再生します。オフセットは最後のキーフレームまでの動きを延長して繰り返していくイメージです。ループのエクスプレッションはよく使うので、これは便利ね。ここまで紹介したツールはクラシック版に揃っている11ツール。次にプロ版の初期レイアウトに選ばれている10ツールを紹介してきました。ではここから紹介するのは初期レイアウトに採用されていないツールです。これらのツールを使用するには自分でバックヤードから配置する必要があります。補欠のツールということですね。ここからの解説を聞いて使用できそうであれば使ってみてください。次はコレクトカラーパレットというウィジットの紹介です。このツールはカラーパレットを作成できるツールです。コレクトカラーと書いてあるのがこのツールのエリアです。パレットを作成するには色情報を持つレイヤーを選択してコレクトカラーを押します。これでそのレイヤーの持っている色情報をパレットに追加できます。パレットを作成した後はレイヤーを選択してプラスボタンでパレットに色を追加できます。パレットは場所を取るのでレイアウトを編集して広いところに配置するといいです。パレットを使うとクリックするだけで色を適用することができます。変更したいカラーを選択します。パレットをクリックすれば色を使用できます。オルトを押しながらパレットをクリックすると色を削除できます。このゴミ箱ボタンはパレット全体を削除してしまうので注意してください。設定を開くことでパレットを複数保管しておくことができます。さらにパレットは3点リーダーからエクスポートセットで書き出すことができます。名前をつけて保存できます。インポートニューセットで外部からパレットをインポートすることもできます。今保存したパレットをインポートしてみましょう。このツールはスクリプトのコレクトカラーと色を抽出する役割としては似ていますね。今回のコレクトカラーパレットはワークスペースとして使用できます。プロジェクトに依存せず純粋にパレットとして使用できるのが特徴です。これはとても便利ですね。次はスーパー 3D というウィジットの紹介です。この鍵のマークがついたエリアがスーパー 3D です。このツールはモーションツールズにスーパー 3D を組み込むためのツールです。スーパー 3D とはモーションデザインスクールが開発した独立したスクリプトです。なので使用するにはスーパー 3D の購入が必要になります。さらにこのウィジットを使用するにはモーションデザインスクールでモーションツールズプロを購入する必要があります。 AE スクリプツで購入したものについてはこのウィジットが使用できないそうです。これは注意が必要ですね。使用するにはマネージライセンスをクリックします。ここで購入したライセンスを使用してアクティベートしてください。これで使用できます。今回スーパー 3D については説明は割愛させていただきます。次はスーパー GIF というウィジットの紹介です。このツールは GIF 形式で書き出しができるツールです。AE では GIF 形式って書き出しできないんでしたっけ？いえ、Adobe Media Encoder を経由すれば GIF 形式で書き出すことはできます。スーパー GIF はその一手間を省略して AE から簡単に GIF で書き出せるということです。この GIF と書いてあるのがスーパー GIF です。右側のボタンで書き出しの設定ができます。このロゴアニメーションは4秒のフル HD のコンポジションです。このアニメーションを GIF 形式で書き出してみましょう。一番上のカスタムロケーションにチェックを入れれば GIF の書き出し先を指定できます。今回はデスクトップに作成したフォルダを指定します。このチェックを入れないとプロジェクトファイルと同じ場所に保存します。次のカスタムウィドスは幅を指定してリサイズして書き出せます。その下はフレームレートを指定できます。
いずれも指定しない場合、コンポジションの設定に従います。その下は色数を指定できます。JIF ファイルは256色に制限されています。クオリティで品質を指定できます。データ量を気にする場合はこれらの項目で調整しながら軽量化しましょう。オープンフォルダアフターレンダーにチェックを入れると書き出し後、フォルダを開きます。その下の FFmpeg パスと JIF パスについてはデフォルトのままで OK です。FFmpeg と JIF とは何ですか？この2つは JIF を書き出すための必要な外部ツールです。いよいよ JIF と書いてあるボタンを押して書き出しを行ってみましょう。初めて書き出しを行うときは必要なファイルをダウンロードする必要があります。イエスを選択してください。ダウンロードが始まります。こちらが今ダウンロードされた実行ファイルです。FFmpeg は JIF に変換するツールで、JIF はサイズを圧縮して最適化するツールです。スーパー JIF ではこの2つの実行ファイルを使用して JIF を書き出します。では改めて書き出しを行います。JIF と書いてあるボタンを押します。まずアニメーションをレンダリングします。JIF に変換しています。JIF データを最適化しています。待機しましょう。JIF データを無事書き出しができました。JIF という名のフォルダ内には FFmpeg で変換された JIF が保存されています。JIF Optimized という名のフォルダには JIF で軽量化された JIF が保存されます。SNS 投稿などデータ量を気にする場合、Optimized の方を使いましょう。次はプロジェクトノートというウィジットの紹介です。このツールはメモ帳として使えるツールです。シンプルですね。プロジェクトに依存せずメモが使用できるのは地味に便利です。テキストは自動的に保存されるため、次回 AE を開いた時にメモが表示されます。レイアウトを編集して広い範囲に拡張して使用すると便利です。右下のプラスマイナスでフォントのサイズを調整できます。そしてクリーンを押せば内容を削除できます。次はライブアニメーションというウィジットの紹介です。レイアウトをすべて削除した状態からライブアニメーションを追加します。レイアウトを編集してウィジットの範囲を広げます。このツールはライブアニメーションを AE 上でプレビューすることができるツールです。ライブアニメーションとは何ですか？ウェブサイトなどでよく使われるリアルタイムで動くアニメーションです。モーションデザインスクールのホームページでも使われていますね。このリアルタイムでマウスカーソルの向きに合わせて動くアニメーションですね。このライブアニメーションを AE 上でプレビューできます。歯車マークをクリックします。ライブアニメーションのデータを読み込んでみましょう。このように AE のパネル上でプレビューができます。次はビジュアライズイージングというウィジットの紹介です。このグラフが表示されているのがビジュアライズイージングです。このツールはイージングキーフレームを補助するためにあります。なので、ここにイージングキーフレームを配置します。レイアウトを編集します。ビジュアライズイージングはこのようにイージーキーフレームの隣に置いて使用しましょう。ビジュアライズイージングはとても単純です。イージーキーフレームでイージングを編集するときに視覚的にグラフを見て操作できます。イージーキーフレームを操作するとグラフがリアルタイムで更新されます。どのような調整をしたか分かりやすいですね。でも直接グラフを操作できるわけじゃないんですね。現状はイージーキーフレームの確認用のツールです。将来的にビジュアライズイージングでグラフを直接編集できたら嬉しいですね。次はベイクエクスプレッションというスクリプトの紹介です。こちらのアイコンがベイクエクスプレッションのボタンです。このツールはエクスプレッションをキーフレーム化するツールです。使ってみましょう。ここにロゴが横移動する単純なアニメーションがあります。ここにループインアウトを実行してループのエクスプレッションを追加します。ループタイプをオフセットにしたいのでコントロールを押しながら実行します。再生します。エクスプレッションによりアニメーションが拡張されました。ではこの位置のパラメーターを選択してベイクエクスプレッションを実行します。するとこのようにエクスプレッションがキーフレーム化されました。キーフレーム化すると1フレームごとにキーフレームが記録されるのですね。適用されていたエクスプレッションは自動的に削除されます。ベイク前に戻します。今度はこのようにワークエリアを指定した上で
Alt を押しながらスクリプトを実行します。するとワークエリアの範囲内だけキーフレーム化が行われます。次はシンプルプロキシーというスクリプトの紹介です。こちらのアイコンがシンプルプロキシーのボタンです。このツールはプロキシを素早くセッティングするためのツールです。プロキシは何のための機能なんですか？作業を効率的に行うために必要な機能ですよ。コンポジション内が重くなりすぎて作業が滞るときにプロキシを使用します。コンポジションを一時的に低画質の動画に置き換えることでスムーズに作業できます。その代替素材のことをプロキシと言います。最終レンダリング時には元の画質に戻して書き出すというのが一般的な使い方です。一般的な使い方ですか？他にはどんな使い方があるんですか？低画質にしないで高品質なプロキシで置き換えてそのまま編集することもあります。この場合も動画に焼き込むことで軽くなり作業をスムーズにするためにやります。ではシンプルプロキシを使用してみましょう。このテキストアニメーションのコンポジションをプロキシで置き換えたいと思います。プロキシに置き換えたいコンポジションを選択してスクリプトを実行します。するとエラーが表示されます。シンプルプロキシを使用するには準備が必要です。エディットからテンプレートのアウトプットモジュールを押します。プロキシープリセットという名前でプリセットを新規作成する必要があります。ニューをクリックします。書き出しの形式を設定してください。アルファチャンネル付きの動画形式を推奨します。 OK を押します。セッティングネームにプロキシープリセットと入力します。これで準備完了です。プロジェクトパネルでコンポジションを選択してシンプルプロキシーを実行します。すると先ほどのプリセットで書き出しが自動で行われます。コンポジションの横に四角のプロキシのマークが表示されます。これはコンポジションがプロキシに置き換えられていることを意味しています。シンプルプロキシーの書き出し場所にはルールがあります。プロジェクトファイルの上の階層のプロキシーというフォルダに保存されます。次はエラスティックレガシーというスクリプトの紹介です。こちらのアイコンがエラスティックレガシーのボタンです。エラスティックレガシーとはエラスティックの古いバージョンです。エラスティックは弾むようなアニメーションが付けられるツールです。アイコンはエラスティックとエラスティックレガシーは見分けがつかないですね。ではエラスティックとエラスティックレガシーで比較してみましょう。エラスティックはよりスムーズな動きになるように進化してきました。エラスティックの現在のバージョンではより自然な弾力感が表現され好まれています。エラスティックの古いバージョンの挙動を好む人はエラスティックレガシーを使用してください。次はポジショントレースというスクリプトの紹介です。こちらのアイコンがポジショントレースのボタンです。このツールはレイヤーの動きに追従するアニメーションラインを作成できます。ここにエクスプレッションのウィグルでアニメーションしている円があります。このレイヤーを選択してポジショントレースを実行します。ラインを少し太くします。再生します。円に追従するラインのシェイプレイヤーが作成できました。ガイドレイヤーに設定されているのでラインをレンダリングしたい場合は解除しましょう。ではこのシェイプレイヤーを選択してパラメータを調整していきましょう。一番上のターゲットは追従するターゲットレイヤーを指定します。フレームトレースは何フレーム分ラインを表示するかです。数値を大きくするとラインは長くなります。今回は10にします。フレームオフセットはラインアニメーションをオフセットできます。フレームトレースの数値分オフセットするとレイヤーの中心からラインを伸ばせます。今回はマイナス10にします。これで円の中心から線が伸びるようになりました。下の2つのパラメータは軌跡を滑らかにするパラメータです。では線のプロパティでテーパーをかけてみましょう。破線にするのも面白いかもしれません。ラインの色を円と同じ赤色に変更してみましょう。これは面白いですね。このように線のプロパティを調整することでいろんな表現ができそうです。次はローリングシェイプというスクリプトの紹介です。こちらのアイコンがローリングシェイプのボタンです。このツールはパスの形に応じたリアルに転がるアニメーションを作成できます。使ってみましょう。ここに正方形のシェイプレイヤーがあります。シェイプレイヤーを選択してスクリプトを実行します。これでは何も起きません。ローリングシェイプはパラメトリックシェイプパスには実行できません。パラメトリックシェイプパスって何ですか？シェイプツールによって作成された図形のことです。パスを直接いじるのではなく専用のパラメータで管理されています。今は長方形ツールで作成したシェイプなので長方形専用のパラメータが表示されます。
ローリングシェイプを使用するときには必ず右クリックでベジェパスに変換しましょう。ベジェパスに変換すると専用のパラメーターは消えて点編集のみになります。この状態でレイヤーを選択してスクリプトを実行してみましょう。1のパラメーターにエクスプレッションが追加されました。この状態でシェイプレイヤーを回転させてみましょう。するとこのようにパスの形に応じたリアルな転がるアニメーションが作成できます。通常の回転にパスの形に応じた垂直方向のオフセットが追加されているのが分かります。回転にエクスプレッションを入力して自動で回転させましょう。再生します。このスクリプトのすごいところはパスのアニメーションにも対応するところです。パスに簡単にアニメーションを追加させてみましょう。再生します。このようにパスの変形にも対応してくれます。これも面白いスクリプトですね。次はスライダートゥーパスというスクリプトの紹介です。こちらのアイコンがスライダートゥーパスのボタンです。このツールはパスに沿ってオブジェクトをアニメーションできるツールです。使ってみましょう。ここにこのような4点でできたシェイプパスのラインがあります。このレイヤーを選択してスライダートゥーパスを実行してみましょう。するとパスに沿ったヌルレイヤーを作成できます。ヌルのエフェクトコントロールのスライダーでヌルをオフセットできます。ロケーションはパーセントになっていて支点から終点を動かせます。100% で支点に戻る仕様になっています。ポイントトグルをチェックするとロケーションの値の意味が変わります。チェックを入れるとパーセントではなくポイントの番号に変わります。数値を1ずつ増やすとパスのポイントの位置にヌルを動かせるようになります。ヌルを削除して元に戻します。スクリプトを実行するときにオルトを押しながら実行してみましょう。10と入力して OK を押します。すると入力した数のヌルを均等に配置してくれます。もちろんそれぞれスライダーで制御できます。ヌルを削除して元に戻します。ではこのシェイプに沿ってオブジェクトをアニメーションさせてみましょう。再びシェイプを選択してスクリプトを実行します。ヌルが作成されました。ここに三角形のシェイプレイヤーを作成します。ポイントは3にして半径を40にします。親子付けのピックウィップをシフトを押しながらヌルレイヤーに伸ばします。するとヌルと同じ位置に三角形を移動できます。これでヌルが親となりスライダーを動かせば三角形をパスに沿って動かせます。ここから矢印の線伸びのアニメーションを作成します。シェイプレイヤーのトリムパスで線伸びのアニメーションを作成します。キーフレームを F9 でベジェにしておきます。再生します。これで線伸びのアニメーションができました。ヌルのスライダーをエクスプレッションでトリムパスとリンクさせます。この時ヌルのスライダーが 100% の時支点に戻ってしまう仕様なので支点のトリムパスの数値は 99.9 にしておきます。矢印の三角形を回転させます。再生します。この矢印の優秀なところはラインのパスを動かしてもそれに対応することです。パスを編集します。再生します。なるほど。パスに沿ったアニメーションをし続けてくれるんですね。次はトグルストロークスタイルというスクリプトの紹介です。こちらのアイコンがトグルストロークスタイルのボタンです。このツールは線の端の形状と線の角の形状をコントロールできるツールです。簡単なので使ってみましょう。ここに2つのシェイプレイヤーを用意しました。左側は線の端の形状を確認してもらうためにオープンパスのラインを用意しました。右側は線の角の形状を確認してもらうために星型のシェイプを用意しました。現在ラインの先端はスパッと切れていて角張った見た目をしています。星型を見ると線の角の形状はとんがっていますね。ではこの2つのシェイプレイヤーを選択してトグルストロークスタイルを実行してみましょう。ラインキャップとラインジョインのパラメーターにも注目してください。スクリプトを一度押すとラインの先端は丸くなり星型の角も丸くなりました。もう一度押すとラインの先端は角張った見た目で外側に突き出す形になりました。星型の角を見ると角をカットして平らな形になりました。もう一度押すと元の状態に戻ります。スクリプトのボタンを押すたびにこの3種類を切り替えられます。ちなみにシフト、コントロール、オルトを組み合わせて実行してもこの3種類を切り替えられます。星型に注目してください。シフトを押しながらクリックすると角を丸型にできます。コントロールを押しながらクリックすると角をカットして平らにできます。オルトを押しながらクリックすると角はとんがり元の状態に戻ります。
パラメータは深いところにあるので、ボタンで切り替えられるのは便利ですね。というわけでモーションツールズプロの全ツール無事に紹介できたね。マルさん、説明を聞いてどうでした？ 34個もあったから頭がパンクしそうでしたよ。今回は長い授業になりました。でもこれでアフターエフェクツの作業がかなり効率化できると思いますよ。今は早くアフターエフェクツに触っていろいろ試したいです。ぜひモーションツールズの無料版からでも試してみてください。無料版の配布があるうちに導入します。この授業の動画はブックマークして困った時に見返してください。もうすでにツールの名前があやふやなので後で見返します。これを見てる皆さんもおすすめのツールや動画の感想をコメントでいただけると嬉しいです。コメントしてくれると先生がニヤニヤして喜びます。ニヤニヤは余計ですけど、感想や質問は私も嬉しいので気軽に書いてくださいね。では次の授業でまたお会いしましょう。まるさん、お疲れ様でした。コージー先生、ありがとうございました。